皆さん、こんにちは。こんにちは、ツアップです。皆さんの国では遠くに住んでいるお友達や家族にプレゼントや手紙を出すとき、どういったように送りますか？今回は友達に手紙を出すということがあったので、その様子を動画にまとめてみました。ぜひ郵便の出し方を知りたいという方は参考にしてみてください。それでは早速見ていきましょう。レッツゴー！はい、ということで、友達に私の好きな YouTuber のグッズを今回は送ろうと思います。この白い封筒に入れて送りますが、手紙などを送るときにはこんな便箋でも OK です。そして今回送るのがこの缶バッジ。送る過程で傷がつかないようにプチプチで梱包して送ります。梱包の仕方などは個人の自由なので、どんな方法でも OK です。で、今回は何を送るときにも必要になる住所と名前の書き方を簡単にご紹介していきたいと思います。日本の住所は7桁の郵便番号と都道府県、市町村、番地、そしてマンションに住んでいる人はマンション名の順番で住所を書きます。海外ではこの逆ということもあるのではないでしょうか。この封筒のように右上に郵便番号を書く枠が設けられていることが多いので、そこに郵便番号を書いていきます。もし枠がなければ、住所の近くに郵便番号を書けば OK です。そして封筒に住所を書くときの書き方は2種類、縦書きと横書きがあります。これはどちらが正しいというのではないですが、縦に長い封筒には縦書き、便箋などには横書きに書くのがよくある形です。郵便番号にも縦書きと横書きがあって、縦書きで郵便番号を書く場合には漢数字を使って書いていきます。ちなみに縦書きで書く場合には右寄せで住所を書いて、真ん中に送る相手の名前を書きます。ここでポイント。日本では手紙や贈り物の宛名を書く際には名前の最後に様をつけるようにしましょう。では表紙に送る相手の住所や名前が書けたら、次は裏面に自分の住所と名前を書いていきます。この封筒のように裏面にも郵便番号の枠があることもありますが、ない場合もあるので、その場合は住所の近くに書くようにしましょう。このような細長い封筒では、自分の住所や名前は左寄りに書くことが多いです。もし横長の便箋であれば、右下に自分の宛名を書くことが多いです。このような感じで自分の住所と名前が書けたので、次は送るグッズを封筒に入れていきます。封筒に入れたら、あとは封筒の口を糊で閉じれば OK です。これはきっと日本に限らずどこの国でも同じですね。はい、ということで封筒の準備ができたので、これを郵便局に持っていきます。はい、郵便局に到着しました。このように窓口が設けられているので、職員の方に渡すとサイズを測ってくれます。サイズによって送料が異なるので、自分で何かを送るときに何円か知りたければネットで検索すると出てくるので、
何かを友達に送るときには検索をしてみてください。これは郵便局によっても違いますが、このように現金以外にも電子マネーやクレジットカードを使える郵便局も増えてきているので、普段カードで支払いをする方にとってはすごく便利になったんじゃないかなと思います。さて、サイズを測ってもらうと値段が伝えられるので、お金を払ってお釣りとレシートをもらえば完了です。はい、ということでいかがだったでしょうか。簡単に手紙の送り方を紹介しましたが、参考になりましたか？今回は封筒に入るサイズの小さなものでしたが、段ボールで何かを送るときには、物を入れた段ボールを郵便局に持っていくと、住所や宛名を書く紙があるので、それをもらってその場で書けば、同じような方法で友達に物を送ることができます。もしその方法を見てみたいという方や、今日の動画が参考になったという方は、高評価とチャンネル登録お願いします。それでは本日の動画はここまでです。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。